今日はある幻の作家のお話をしましょう。西村賢太という作家をご存知でしょうか。私小説の書き手として多くの読者を魅了した方ですね。彼自身数々の業を抱えた作家でした。その西村氏は藤沢清三や田中秀光など破滅型の作家を発掘し世に紹介してきました。そんな西村氏が自身の連載誰もいない文学館の中である一人の男を取り上げています。そしてその男を公表しました。ある意味でこの作家こそが最もふさわしいと言うべきかもしれんと。西村氏をしてすべてが幻、筋金入りの幻の作家と言わしめた男です。生没年すら正確のことを分かっていません。明確の顔写真も一枚も残されていないのです。教科書はおろか、文学辞典からすら完全にこぼれ落ちてしまった男。彼の名前は倉田慶明。別名を倉田清とも言います。今日は西村氏の足跡を頼りに、この分断史のタブーに迫ってみましょう。彼は明治の終わりに彗星のように現れました。しかし彼は谷崎潤一郎を語って原稿料を詐取するという大事件を起こします。そして投獄されますが、一切反省のないふてぶてしい獄中記を残しました。一体彼はどんな地獄を見てきたのでしょうか。それではゆっくりと紐解いていきましょう。明治の終わり頃のことです。倉田慶明は三田文学のホープとして期待される若者だったそうです。慶應義塾大学の文科に籍を置き、雑誌中央公論などに小説を発表していました。短美的な作風で早熟の天才と呼ばれていたようです。しかし彼にはとても困った癖がありました。激しい放蕩生活を送り、いつもお金に困っていたのです。そして彼はその類いまれな文学の才能をなんと詐欺に向け始めます。最初は永田幹彦という大人気作家に目をつけました。永田の文章を巧妙に真似て偽の小説を書き上げたのです。それに永田本人の名前を語った偽の手紙を添えました。そして人力車夫を使いに出して出版社である博文館に原稿を届けさせたのです。見事に100円ずつ2回も原稿料を騙し取りました。当時の100円ですから、今なら数百万円という大金です。味を占めた彼は、さらに大胆な行動に出ます。今度は、あの谷崎潤一郎の文体を模倣したのです。東京日日新聞から見事に300円を詐取してしまいました。なんとも困った人ですね。当然、こんな大胆な嘘はすぐにバレてしまいます。大正6年、彼は文書偽造・行使詐欺の罪で逮捕されました。この前代未聞の事件により、彼は文壇から完全に追放されてしまいます。刑期を終えて出獄した彼は完全に生活の場を失っていました。そこで北島俊石という大衆小説家の家に居候することになります。北島の家には記者や芸者など様々な人が出入りして大騒ぎしていました。
その隣の部屋の片隅で、倉田は小さな机に向かい、せっせとペンを走らせていました。のっぺりとしたうりざね顔で、なよなよとした女性的な雰囲気を持つ青年だったそうです。隣で大騒ぎしていても、一向に気にせず、原稿用紙に文字を詰め込んでいました。彼は北島のために大作を引き受けていたのです。なんと、横浜貿易新報、山陽新報、鹿児島新聞、岩手日報の4つの新聞に小説を書いていました。さらに、神戸有心日報に探偵小説を連載していました。毎日5つもの新聞小説を書き分けていたのです。1日20枚の原稿を凄まじいスピードで書き飛ばしていました。すごい才能ですね。大正10年、ある事件が起きます。新聞、よろず情報が賞金1000円で一幕ものの戯曲を募集しました。北島に勧められた倉田はふらりと家を出ます。そして浅草観音堂の裏手にある9代目市川團十郎の銅像の前に座り込みました。ベンチに座ったままわずか4時間足らずで一編の戯曲を書き上げてしまったのです。タイトルは本朝王将軍。彼はこの作品を小野清子という女性の名前で応募しました。お世話になっている北島の奥さんの旧姓を借りたのですね。なんとこの作品が見事に当選してしまいます。賞金1000円を手にしたのです。しかもその年の秋には帝国劇場で上演までされました。市村宇左衛門や尾上梅幸といった大スターの出演です。シーツや構成、セリフ回しも見事なものでした。世間は彗星のように現れた謎の女流作家だと大騒ぎになりました。まさかその正体が前科持ちの大作者だとは誰も思いませんでした。本当に人を食ったような才能ですね。大正11年、倉田は地獄へ落ちじ人々という本を出版します。これは彼が詐欺罪で豊玉監獄に投獄されていた際の獄中記です。西村健太氏は古書の山から筆念でこの一冊を見つけ出しました。そしてその内容の異様さを高く評価したのです。獄中記といえば普通は自分の罪を悔い改める懺悔録ですよね。しかし倉田は違いました。序文で彼は堂々とこう言い放っています。私は人々に何かを教えようなどとは思わない。世の中の不満を訴えようとも思わない。ただ一人の芸術家という立場からこの作品を書き上げたのだと言っておけばそれで十分である。なんというふてぶてしさでしょうか。自分が悪いことをして捕まったのに全く悪びれていません。西村氏はこの態度を全編無反省極まりないと評しています。しかし同時にあながち惹かれ者の小唄とも思えぬふてぶてしい本音の源氏がどこか小気味よくすらあると高く評価しました。
道徳心は完全に欠如しているのに、文章には不思議な魅力があるのです。彼は獄中で、看守や他の囚人たちを冷徹に観察しています。また、獄中の食事についても細かく記録しています。麦が7分、外国米が3分の少ないご飯。おかずは青昆布とごぼうを煮たものでした。日曜日には、じゃが豚と呼ばれるじゃがいもと豚の細切れ肉を煮たものが出たそうです。甘いものが不足する獄中では、これが何よりのごちそうでした。そんな生活の中でも、彼の態度は変わりません。ある30代半ばの殺人囚との会話です。その男は、嫉妬のために丈夫を殺害した囚人でした。刑期が長いからこそ、真面目に一生懸命働いていると語ります。怠け癖がつくと、仮出獄の資格を取り消されるかもしれないからだそうです。しかし、倉田自身はどうでしょうか。彼は、どうにかして看守の目を盗み、巧妙に怠けることばかり考えていました。骨の折れる仕事をしても始まらない、と、わざと手を抜いていたのです。マッチ箱張りの作業でも、糊が効いていない不良品ばかりを作っていました。提灯の骨を作る作業でも、全く上達しようとしません。看守に怒られても、どこ吹く風です。彼を担当した K という意地悪で恩着せがましい看守がいました。この K 看守に叱られても倉田は、この仕事は自分には向いていない。遊んでいれば懲罰でしょう。と平然と冷笑しながら言い返します。困った人ですね。そして、日本の監獄について彼はこう書いています。私が監獄へ入ったのは、生涯で最も悲惨な不幸だった。しかし、一面では幸福だとも考えていた。なぜなら、そこで神と悪魔、天国と地獄を見ることができると思ったからだ。ロシアの小説にあるような厳粛なものを期待していたのだ。けれども、日本の監獄には神も悪魔もいなかった。美しき天国も暗い地獄もなかった。信仰の深い囚人などおらず、小賢しい人間たちが自分のことだけを考えてせっせと働いているだけだった。だから私は絶望したのだ、と。自分が刑務所に入ったことをまるで芸術のための取材旅行のように語っています。自分が罪を犯したことなど棚に上げて、刑務所の雰囲気が期待外れだったと文句を言っているのです。どこまでも自分の罪に向き合おうとしない男です。関東大震災の後、倉田は関西へ逃れました。俳優の松本勝平氏が彼のその後の足跡を熱心に調査しています。松本氏の古本探しはまるで失念の探偵のようでした。松本氏は神田の古書店で偶然、倉田の地獄へ落ちし人々を見つけます。なんと、たった500円で手に入れたそうです。古本好きにはたまらないエピソードですね。松本氏の調査によると、倉田は大正の末期に大阪に現れました。そして、千日前や楽天地で大衆劇の作家として活躍していたそうです。そこでも彼は圧倒的な才能を見せつけました。
大正13年には京都で演劇水平社という団体に関わっています。彼はそこで最先端のドイツ表現主義演劇を上演しようと計画していました。エルンスト・トルラーという作家の群衆人間という戯曲です。彼はその作品の翻訳を手掛け、前衛的な舞台指揮者として活動しようとしていました。土臭い大衆運動の中に突如として最先端のドイツ芸術を持ち込む。彼の教養の深さが伺えますね。しかし、彼の困った癖はやっぱり治っていませんでした。ここでも彼は他人の作品を平然と盗作していたのです。昭和初期のことです。雑誌キングに倉田は東海道四谷怪談という作品を発表しました。ところがこれは美術批評家である豊田豊氏の戯曲菊五郎と北斎をそのまま書き直しただけの完全な盗作だったのです。当然豊田氏から編集部へクレームがつきました。すると倉田はしぶしぶ謝罪の手紙を送りました。しかし、その内容はこんなものでした。あれは、ある文学青年が持ち込んだ原稿を僕の名前で掲載したものだ。あなたの作品の改作だとは知らなかった。不注意をお詫びする。架空の文学青年のせいにして、巧みに責任を逃れようとしたのです。本当にどうしようもない人ですね。全く反省の色が見えません。倉田慶明には仏教に関する深い知識もありました。釈迦という素晴らしい長編詩を書いていたという噂もあります。その原稿を見たという人もいるくらいです。博覧狂気で豊かな詩の才能を持っていたことは間違いありません。ドイツ語の翻訳もこなし、古典から現代文学まで幅広く書ける才能もありました。しかし、彼には良心というものが完全に欠落していたのです。才能と引き換えに一番大切なものをどこかに落としてきてしまったのでしょうか。アンビバレントな矛盾に満ちた末路です。その後、彼がどうなったのかは誰にもわかりません。どこで、いつ、どのように亡くなったのか、その最後を知る人は誰もいないのです。西村賢太氏ですら、その人物像の全貌を知るのは容易なことではない、と匙を投げてしまったことです。出生も不明、最後も不明、まさに文学史の闇に消えた幻の男ですね。しかし、西村氏が誰もいない文学館という連載に、あえて彼を配置した意味を考えてみましょう。道徳や倫理が完全に欠如したとんでもない男でした。しかし、そこに圧倒的でふてぶてしい文学的才能が存在していたことも事実です。表舞台の文学史からは、彼は完全に抹殺されました。日本文学史の教科書に彼の名前が載ることは永遠にないでしょう。それでも、こうして路地裏の歴史には確かな爪痕を残しているのです。それは文学というものの持つ恐ろしい魔力なのかもしれませんね。道徳的に正しいことだけが芸術ではない。そんなことをこの幻の作家は教えてくれているような気がします。
皆さんの周りにも、こんな才能の無駄遣いをしている困った人はいませんか？今日は、明治から大正、昭和にかけて存在した、ある幻の作家の生涯でした。このチャンネルでは、資料の裏側に隠された人間臭すぎる素顔を紹介しています。実はこんな説もあるといった情報や内容の補足等ありましたら、些細なことでもコメントにてお知らせください。また、この動画が少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をいただけますと幸いです。